どうも、原宿ネイリストのおつぐです。今日は突然なんですが、夢を叶えるために皆さんに宣言したいことがあります。今の自分の思いをお伝えしたくて、今こちらの動画を回しています。見てくださってる皆さんに、自分の口から伝えたいことがたくさんあるので、よかったら最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは宣言する前に、私おつぐについて少しお話しさせてください。まず、幼い頃の私はもうネイルが大好きで、もう休日は毎回マニキュアを塗ったり、クリスマスにはサンタさんネイルキットをくださいっていう感じでおねだりしちゃうほどネイルが大好きで、そんな中学生時代は本当に勉強ができなくて、いつも赤点でもう先生にもいつも呆れられてました。高校はね、気になっていた高校もあったんですけど、もちろん行けなくて、もう家の周りの学校はほぼ行けなかったんじゃないかな。それくらいちょっと勉強ができなかったんです。当時ね、進路を決めるときはもう自分の不甲斐なさに呆れてしまって、それこそちゃんと勉強して就職できるんだろうかっていうことをね、考えれば考えるほど不安になっちゃって、もうずっと進路について悩み続けちゃいました。そんな中ね、父親が勧めてくれたのが、もう俺の会社に入るか自衛隊に行くか、もしくは商業高校を受けてこいと言われて、高校生になりたいし商業高校行けるぞっていう感じでね、家の近くの商業高校に受験することを決めました。もちろんね、担任の先生は大反対だったんですけど、どうにか受かるかもしれないっていう気持ちを込めて一か八かかけて受けてみました。そしたらなんとたまたま定員割れしていて、私は高校に合格することができたんです。本当に奇跡だと思います。そこからね、進学することになったんですけど、もうね、私には向いてない勉強をたくさんして、ちゃんと就職できるだろうか悩んでるうちに、あっという間に高校3年生になってしまったんですよ。もう周りのね、同級生はほぼ進路が決まっている中、私はポツンと求人が届く資料室でこもっていたんですけど、そこからね、たまたまね、ネイルサロンの求人が届いてたんですよ、資料室に。これ運命じゃんって思って、もう図工も大好きだしネイルも大好きだし、私にはこの道がぴったりなんじゃないっていう感じで、もうすぐにその企業さんに面接しに行って、そこからバイトさせていただけるようになって、そのまま就職しました。本当に全てが一瞬で、毎日寝る間も惜しんで終電まで練習して、疲れすぎちゃって、もう裸ん坊のまま洗面所でもう爆睡みたいな寝てて、もう朝5時とかに目が覚めて、やばい何してんだろうみたいな毎日を送ってたんですけど、今思ったらね、ちょっと必死すぎてもうやばかったですね。けどそれほど夢中になれたことだったんです。もちろんね、最初は技術もないのでネイルのお客様に入らせていただくという感じではなく、私の勤めていたサロンがヘアも併設されていたので、ヘアのお客様にハンドマッサージしませんかってお声かけしてハンドマッサージさせていただくという毎日を送っていました。だんだんね、お客様ともコミュニケーションが取れるようになってきて、目の色が炎になってしまうほど私は絶対ネイリストになるという感じで必死に毎日を送っていました。もう自分のところに会いに来てくださってリピートしてくださるお客様がいたりとか、自分のデザインを気に入ってくださった瞬間は本当に嬉しくて、ネイリストになってよかったって心から思えた瞬間でした。ネイルサロンに就職して4年目の春です。私はもっと一人のお客様にコミットしたい、一人一人のお客様との時間を大切にしたい、そんな思いでフリーランスネイリストになるぞという決断をして準備を進めてました。そんなね、勉強もできない私が自信を持ってネイルができる体質のお仕事だったんですけど、そんな体質のお仕事から離れなくてはならないことがあったんですね。そう、同じ年の夏ね、もう両腕が腱鞘炎になっちゃったんですよ。完全に無理をしてしまいました。もうそこからね、ネイルすることができなくなってしまって、ペットボトルの蓋ですらもう開けられないほど悪化してしまったんですね。もうね、大好きだったネイルを離れなければならなくなってしまって、ショックが大きすぎて3ヶ月ほどね、家の中に閉じこもってしまったんです。今思うとね、もう人生の中で一番暗闇の中にいたんじゃないかな。何もかも失ってしまって、私にできることは何もない自信もなくしてしまいました。だけどもうこのままではダメだって思って、私には何ができるんだろうっていうのをずっと考えていた時に、当時ね、お給料のほとんどを大好きなお洋服に当てていたので、私はアパレル関係に興味を持ちました。そこからね、ご縁もあってお仕事させていただくことが決まったんですけど、たくさんの洋服に触れて
デザイナーさんが実際に洋服を作っているところとかも見て、わあ、いつか私も自分の洋服が作りたいなと思うようになりました。そんな中ね、ネイルを休職してから1年後、腱鞘炎が完治しているわけではないんですけど、だいぶ良くなってきたので、ネイルがまたやりたいという気持ちになり、ネイリスト業界にまた戻ってきました。正直ね、今でも腕が痛くなることは全然あるんですけど、ネイリストというお仕事が心から大好きだからこそ、今でも楽しくお仕事させていただいてます。いつもありがとうございます。はい、ここまで私のお話をさせていただきました。ここからは私の宣言です。目標をお話しさせてください。私はネイリストでありデザイナーとしても自分の作品をこれから生み出していきたいと思っています。その中で一つ夢だったあることを叶えたいです。それはですね、8月いっぱいまでにチャンネル登録者数1万人を目指して展示会を開くことです。はい、展示会はですね、竹木と一緒に作ったジョーの1周年記念日の10月に展示会をやりたいと思っていました。 YouTube や Instagram を通して私のことを応援してくださっている皆さんに、私がデザインした作品やファッションアイテム、グッズだったりね、空間を全て皆さんにお届けしたいと思っています。現在 YouTube 投稿2本目で1480人の登録者さんがいる状況で、2ヶ月もない期間の中で約10倍の登録者数を目指していくのはとても無謀な目標だと思っています。でもこのくらい無謀と言える挑戦をして、その先にもう自分のやりたかったことを楽しんでくださる方々に出会えると思っています。その挑戦を楽しんでくれて誰かの勇気になれると信じています。気持ちとしては YouTube のロング動画ももう毎日投稿したいところですが、日々のそのワークだったり SNS 編集、そしてまだ慣れない YouTube の編集もあるので、週1以上の投稿が難しい状況となっています。ですが私はそれでも本気で叶えていきたいので、8月 YouTube ショートを毎日投稿します。8月中は毎日投稿ができるように準備を進めていきたいと思います。はい、これはね、無謀な挑戦かもしれませんが、目標を高く持ってこうして皆さんの前でお伝えすることで、みんなにも一緒に楽しんでほしいです。こんな風に強く目標を持てたり宣言ができるのって、皆さんがいつも応援してくださって実際に声を聞くことができたので、すごく勇気をもらっています。本当にありがとうございます。もしチャンネル登録者数が8月までに1万人達成しなかった場合は展示会はやりません。そのために準備もしていきますが、1万人いかなかったら絶対にやりません。ですが私は絶対に達成します。そのためには皆さんの力も必要です。昔の私は夢が見つかっても隠してきたり、心の中で密かに思うことが多くて、もう直視することもできないし、その夢を想像して描くことすらも逃げてきました。それはね、自信がなかったからだと思います。自分にはどうせできないと思って自分で決めつけて自分の夢を諦めてしまっていました。でも皆さんのおかげで自信を持つこともできたし、夢も叶えたいと思えるようになりました。人生をかけて挑戦していきたいし、限界も超えていきたいし、その先で勇気を与えられる存在になりたいです。はい、夏休み8月までに1万人達成、そして展示会を開催という夢を絶対に叶えたいので、これから全力疾走していきます。どうか皆さん応援のほどよろしくお願いします。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひ応援のコメントもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。